梶谷文明と申します。昭和14年1939年に生まれております。私は3月生まれですので、14年生まれでももうその昭和20年には1年生でした。国民学校と言います。今の小学校ですけれども、名称は国民学校の1年生。そして、私の家は広島駅の近くでした。で、私は大須賀町というところにいましたので、大須賀分散事業所、空いた家、空き家があったので、そこを教室代わりにして通ってました。そして8月6日8時15分、その分散事業所の民家の玄関を拭いていた。何か変だな、何かおかしいと思った次の瞬間がこれであります。まさにピカーです。その次がドーンです。当時の人は原爆と言わずにピカドンと言ってましたが、非常にその状況を表していると思います。ピカーッと光ってドーン、家はいっぺんに潰れてきます。原爆の後、私は逃げました。必死になって逃げました。昼を過ぎ、夜を過ぎ、目の前では広島の街がゴーゴーと燃え上がっていくのも見ました。夕方になって少し日が収まって、父親、母親、お母さんを、そして一緒に、分散事業所にいたお姉さんを探しに山を降りて、今の広島駅の裏側、北側、当時は東練兵場という軍隊が訓練する広場でした。そこで母親に何とか見つけることができた。そして母親の前を見ると、一緒に朝勉強していたお姉さんが死んで横たえられていました。周りはもう被災者で、うめき声、水をくれという声、それはまさに地獄のようなものでした。というふうな状況、私ももうそら血がいっぱい流れてましたが、その後、それは戦後の生活は大変でしたから、食うものはない、病気になっても病院にもお金がなくていけないという中で、なんとか生き残った。だから今大切にしとるのは、三度許すまじ原爆を我らの町に、ふるさとの町やかれ身寄りの骨梅し焼け土に今は白い花咲く、ああ許すまじ原爆を、三度許すまじ原爆を、我らの町のとこちょっと変えとるんじゃ。もう我らの町はもう世界のどこにでも世界の町にいうふうに変えて、時々会員なんかと歌うけれども、歌は今の歌が多いの。ああ許すまじ原爆を、三度許すまじ原爆を、世界の町にとかなんとか言うてね。やっぱり自分の小学校教育の思い出があろうと思います。やっぱりいい先生だったんかな。それと当時はまだ初等教育というのにいろんな人がいろんな力を入れていました。だから例えば、広島の戦後、全国で150万部、月刊雑誌150万部ぐらいを出した「銀の鈴」という本があります。この銀の鈴の編集はほとんど小学校の先生がちょっと中学校の先生、月間150万から200万いうから本当のベストセラーです。小学校の先生方がとにかく被爆の子どもたち、皆死をおります非常に苦しい中でそれを励ましていきたいというんで銀の鈴を
発行されたんです。ただなかなか買えんからね。ただあの頃は小学校の中の金を持ってるやつがおるんですよ。やっぱりいろんな儲け方があってね、それで金を持ってる子供が持ってくるんですよ。そしたらみんなが集まってね「はよページはぐれはよページはぐれ」いう感じで見よった。それからまあ変な話だが絵を描け言うても絵の具がないんじゃ。買う金がなかったんだろうね。だから友達に「ちょっとくれちょっとくれ」って色をもろうてね描いたがそんなこともありました。今は本当もうそういう点では考えられんような状況があったですね。で私は一応国語大学時代にやっとるんですよ。今で言うたらね松永真一いうこれがもう面白い先生でしたね。山根安太郎、清水文夫、これらが教授でした。清水文夫なんていうのは三島由紀夫を教えたいうんで、偉い三島由紀夫が自殺した時にいろんな本に出てきましたがね、清水文夫それにもありましたし、それから特に松永真一という先生は自分も原爆を受け取られましたね。だから非常に面白かったですね。私は児童文化研究会いうサークルの一応会長までしとったがの、田舎に行ってのずっと例えば夏休みに大学早う休みになる、学校はまだやりよる時にずっと山形郡じゃこのずっと今の廿日市の奥の方じゃいう学校の人形劇をして歩きよった。それから子供らに指人形だったかな、人形劇をして今から考えりゃなんと大したこともないのにようもやったもんに思うが子供らは喜んだわ。その頃はやっぱり楽しいことがなかったんだろうよ、ずっと周辺部の子供らにね。それからまあ夏休みやったり、それからあれよいわゆる童話の冊子をの蓮の実いうんじゃがこれを発行しよったの。へえ、そうですか。児童文学を研究するいう意味でね、公募しよう言うての作品募集言うてやっての、そしてかなりみんな童話を書いてその蓮の実に応募して、そしてあれ審査員がだから松永さんと山根さんだったよ。ちょっとわしに配慮しちゃったんじゃないか思うよ。とにかくその最優秀賞はわしじゃった。その時に童話でねやっぱり突然襲ってくる死いうんかな、辺のことを書いた思うよ。日常の中で突然死が襲ってくるというふうなのを童話にして書いたように思うな。ちょっとだんだん僕も興味が引きつけるんですけども、例えばその児童文学で小学校なんかだったら必ずその戦争とか平和を扱った教材っていうのが学年に1個ぐらい入るじゃないですか。だからそういうものをやっぱ教えた記憶とかなんかエピソードとかはありますか？あれは大体一本は入れるみたいなの方針として。教科書入るんですよね。まあ一つ覚えてるのは天城公子のちいちゃんの影送りですかね。あれを最初に読んだ時かな、涙が出た。なんでか知らんか読みながらのまだ正式に発行される前の白表紙が回ってきての、それから天城公子さんのちいちゃな影送り読んだらなんでか知らんが涙がボロボロボロ出た。それから昭和の57か58じゃろうよ。で天野さんと対談することがあったんよ。それで指導家だからやっぱり他のみんなやっぱり対談したいんよ。それがまあ
みんなじゃ難しいんで結局指導主事だけまあお前かの言われてね対談した。なんとまあ柔らかい人やったの。あんた年なんぼや娘かいうぐらいの話し方ナイーブなかったの。先生その後例えばちいちゃんの影送りを授業で扱ったとかそういう授業を他の先生のを見てなんか話し合ったとかなんかそういうことはないんですか？そりゃあんた指導主事いうのは授業を見てからコメント出すんじゃやるよいっぱいどんなこと言ったか覚えとらんけどただ私はだから授業技法を批判するよりもの子供への接し方いうふうなものは非常に関心があるの。子供への接し方がちょっとどうかな。もっと聞けや子供らをよく見いやというふうなそういう注意をしたことが多いような気がする。でそりゃ授業なんていくら計画してのこう展開しよう思うてもえりゃ相手が子供じゃ思うようにはいきやへん。ただどういう姿勢で授業に取り組んでおられるかいうことを大事にしとった。わしだから校長になって必ず一番最初の研究授業はわしやった。僕はみんなに研究授業生言うてからわしはあんた言うばっかりじゃいけん一番目はわしよ言うての。で5年間必ずその年度の一番最初の授業は私がやってみんなに見てもらう。どんな授業をされたんですか？国語のやっぱり普通の授業よ。どんな例えば教材を扱ったとかいうこと覚えてますか？まあ5年6年でやることが多かったから、何をやったかなちょっと覚えとらんかな。じゃあその取り立てて平和教育っていう形ではどうですか？平和教育いうのはまだ私が現職の頃は担当が大概若いんがなりよった。それから大概組合の方がなりよった。だから平和教育というて講師は誰か言うたらその頃中塚の時でも被爆者は5人ぐらいおったがの。それらは全然話す機会はない出る機会はない。そして福山や尾道の方のいわゆる組合の方が来ていわゆる日の丸の白は骨で赤は血でそれから兵隊はもうこんなひどいことをしたんだこれをもって平和教育言いよったかの。でそれが終わったのは平成10年ぐらいじゃないんか。平成10年ぐらいに市の教育方針でその平和教育は直接被爆者か戦争体験者が来て話をするというふうな方針に変えたよ。私もちょっと教育改革推進室におる時にちょっと関わったんだがやっぱりまだ被爆者が生きておられるうちに被爆者の話を聞く機会を作りましょういうふうにして変えていったよな。それから管理職になってからはやっぱり公教育は中立公正というふうなことで立場的に中立でなければいけんのだと偏りがっちゃいけんと。それまではかなり日教祖がほぼ握っとったからそれはいけん思うての。偏りって何ですか？でもその場合例えば校長指導を受け付けんよな。教室あの頃はまだいっぱい教室から逃げる子供がおったり教室の中でガチャガチャする子供がおったりしてそれからわしも校長になった時に「校長先生助けて」言うてから先生が降りてくるんじゃや。それで教室に行ってみりゃ2年生か3年生の女の子がとにかくカンパン物を投げまくってもう教室が和訳さよ。そしたら先生とその女の子とが合わんのじゃ。それでからわしが行ってから算数のセットなんかをバラバラにしとるけの。それでからその担任の先生はその子供に「ひらえ」ってやるようにや。
でまあわしは行ってから、一緒に拾おう言うてのそのこと一緒にこう拾うって算数セットをまとめたりしたりしたよ。いうふうなことでの今はおそらくの教育委員会なんかの方針がバーッと上位下達でバーッと通知がいってそれから校長が言うことに対してその職員が反対したり意見を言うたりすることはないじゃろうよ。だから教育委員会その上は文部省だろうがな言ったことがどんどん下に伝わって、まあほとんど問題なくやりよるが職員は職員で、まあ、いろんな思いがあるじゃろうの実際に。ただ、昔みたいに校長に詰め寄ってもう反対するいうふうなことはない言うて言いよる。今頃聞いてみたら職員会議ほとんど校長の伝達機関になってるわ言うての言いよるよ。協議なんかして校長の方針に反対なんてそれは今はもうナンセンスじゃ言うての言いよるから。それから別の面でまた難しいことがあるみたいでの第一夏休みも冬休みもほとんどないいうけの何が楽しいんやけっていうような感じがする。ある意味学校という枠というか場所から離れた時に平和の教育というかそういうなんか自分の思いをストレートに伝えていきたいとか伝えることができるようになった。そういうこと。だからフリーになった時に先生方に呼びかけてそして広島を語り継ぐ教師の会いうのを始めた。そしたらやっぱり被爆者でありながらそういう話す機会がなかったいう先生方がいっぱいおってそれが集まってきての多い時には3040人おった。で今はもう56人じゃあとはみんな亡くなった。ただしだからこそ今新しいものを育てよるわいの。体験者から話を聞いてつないでいくいわゆるわしらが証言者彼らが伝承者、いうのを作り出したしこれはやっぱり時の流れじゃろう思うよ。まあそれは証言者はいずれおらんようになるんじゃ。その後修学旅行で来るのはやっぱりずっと続く思うよ。どう対応するか言うたらそれはやっぱり伝承者がつないでいくいうことになる思うよ。その時その時で、とにかくベストを尽くす一期一会いう考え方があるがこの子らと会うことは一期一会だろうと。だから俺は俺で今できる一生懸命をやってみるということがあるよね。市内に今18ぐらい幼稚園があるんかな9ぐらい回りよるがのとにかく普通に話したんじゃ園児聞きゃへん。普通の園児やったら十何分でだいたい集中力切れる言われとるの一応40分ぐらい話すわけよ。そしたらやっぱりの絵が役に立つ。絵がなかったらとてもじゃないが言葉の話だけじゃそれはつながりはへん持ちゃへん。もう一つは動作をつける。ブーン B29 が飛んできてドーン身振り手振りをつけんとのやっぱりそんな幼稚園児には持たんの。それからいわゆる怖い話をする時にはちょっと怖いどいうようなことを言うて、話す。そうせんと学校によったらその被爆のやけどの写真なんかを見せると俺は確かに子供の中にはこうやるんがおるよ。そういう方そのことが割と場合によったら問題になって写真を使うのは問題があるとかのひどいとか言って保護者が言うてきたとか子供が家に帰っても怖がっとるとかいうふうなことを言われることもあるがの。だから前置きをしてちょっと怖い写真でもこれは事実なんだからでも見たくなかったらね見なくていいんだよというふうに前置きをしておいてだから見たくない子はこうやってやっとるのがおるよ。それでいいし
見たい子どもにはしっかり見てもらうというふうな特に学年が低い子どもには配慮しよるの。全部じゃなかろう思うが何人かの子どもはそりゃ受け止めてくれるよ。まあ感想なんかをもろうてなかなか読めんのじゃがの。だから感想文なんか見よらやありゃ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 よう受け止めてくれとるとかのいい考え方とかの。それから結果的に今8月6日に子ども代表いうんが平和宣言しよるんじゃ。3年間わしが行った学校から出とるわ。やっぱり密かに嬉しい密かにのそりゃ選ばれるかどうかいうのは話を聞いたけじゃないよ。やっぱりその子の作文力といわゆる発表力表現力であっての俺はその子の力よ。ただたまたま結果的に行って話した学校じゃからのひょっとしたら何かのきっかけか何かを与えたかな思えば嬉しいよの。やっぱり原爆を落とされた土地いうことで他の地方の人よりも当然強い関心があろうかと思う。それは親からも聞かされることもあろうし、学校なんかでも聞かされることも多いだろうからそういうふうなことに対する関心は他の地域よりも高い強いというふうに思うとる。それから県外から来た人間で原爆のことなんか知らんいう人は結構多いぞ。例えば新潟に行って新潟県に行って新潟市は原爆の第3目標都市だったんですよ。と言うても新潟市民知らんのがいっぱいおるんじゃけ。何の話じゃよな。ところが1番が広島2番が小倉3番が新潟4番が長崎。これはほとんど定説になっとってじゃあ新潟市は実は3番目の目標都市でした。そして8月11日に県知事は新潟市民を全員市外に避難させています。と言うたらって新潟市の人が言うような。それからその他のところじゃ原爆いうのはもうほんと遠い話でわしら関係ないわいうふうなそういうふうな人も多いよ。ただそれはそれでしょうがないわ。今から76年前は実はパンプキンという模擬爆弾で日本中40カ所近くでやってるんです。だから突然広島に落としたわけではない。突然長崎に落としてはわけではない。でしかも調べていくと京都大学の物理学研究所で原爆開発それからこれは海軍です。で陸軍の方は西名博士の研究所2号研究こちらでも原爆開発を進めていました。ただ日本にはウラニウムがないウランがないから結局理論だけで、進めませんでしたけれども実は戦争状態になったらあらゆる国が同じように強い兵器を研究し開発しようとしています。二次世界大戦の時にはアメリカが結局ものすごい財力とものすごい人間の力人を集めて作り出しました。で結果的に広島と長崎に落とされそして我々は核兵器によってどんな状態人間がどんな風になるか町がどんな風になるかを学びました。この学びは生かせないけん。つまり3度目を許してはいけん。三度許すまじと私は思っています。そのことを皆さんにも聞いてもらいたいし皆さんにも伝えたいと思っています。